社長の僕に対してそんな態度を取るなんて、それこそ社会人失格なんじゃないの？友人を助けるため、彼の会社に転職し、会社の立て直しに尽力した俺を、跡取りのドラ息子は嘲笑った。社長の息子というだけで会社を継げると思い込み、社長のいない間にわがまま放題。その姿にたまらず注意し、経営について学ぶよう促してみたのだが、彼はそんな俺を嫌悪する。ついには口論になり、そのまま退職を余儀なくされた。今後どうなっても知りませんからね。俺の最後の警告を笑い流した彼だったが、数日後、青ざめて転職先へ現れ、俺の名前は竹内真也。今日でこの会社を辞める。退社日当日、上司や同僚と簡単な挨拶回りを済ませて、早々に会社を後にした。大手銀行で働いて数年。昇進を断り、転職を告げると、上司からは目を丸くして呆れられた。それからは、取るに足りないことをくどくどと言われたが、俺の意思は変わらない。別に不満があったわけではない。しかし、日々の仕事をこなしていく中で、評価とは裏腹に、どこか自分の心が乾いていく気がした。今はこの仕事で得た経験をもっと他の場所で活かしてみたくなったのだ。友人の野村から電話があったのはちょうどそんな時のことだった。俺、銀行を辞めようと思うんだ。え？お前の勤め先、金融業界でも大手じゃないか。若い頃から通っていた居酒屋で、俺たちは久しぶりにたわいのない話をした。そうだ。だけどもう、あの場で吸収するものは、もうほぼ吸収できたし、違う業界も見てみたくってな。そうか。深夜が考えるんだから、よほどのことがあるんだろうな。でも、すげえな。この年になっても、安定より挑戦を取るなんてよ。野村は、随分出来上がっていた。若い頃彼は、全く酒が飲めず、場の雰囲気で酔うような下戸だったのに。俺なんかはさ、もう毎日生きるのに精一杯だよ。居酒屋の照明が赤々と照らす頬の中に、彼の黒ずんだクマが見える。彼は食品メーカーの社長だ。そして最近は業績不振を気に病んでいる。親の代から受け継いだ会社を彼は若いうちから何より大切にし、自分は決して贅沢をしなかった。お人よしで心配性な彼は、今苦渋の決断に出ることをためらっている。融資元として担当していた俺から見ても、今ここで何かしら手を打たないと、融資も危うい状態だった。俺たちが店を出た時は、夜はすっかり深まり、あたりはすっかり静かになっていた。ああ、うまかった。今日はお前と話せて楽しかったよ。店を出て数分、路地に入ったところで、彼はずるずるとへたり込んでしまった。おい、大丈夫かよ。お前もともと酒飲めなかっただろ。俺はそばの自販機で水を買い、野村はそれをガブガブと飲んで大きなため息をつく。平気だよ。それは若い頃の話だろ。野村は口元を拭って力なく笑った。お前、俺に用があったんだろ。こんなに酔いつぶれてどうしたんだよ。野村はじっと考えてから壁に持たれていた姿勢を直して俺に向き直った。深夜、もし転職先が決まっていないなら、うちの会社を手伝ってくれないか？え？野村はブロック兵に持たれた背中を正して上ごとのように続けた。お前も知ってると思うが、俺の会社は問題が山積みだ。このままじゃ、社員のみんなに愛想をつかされるのも、
時間の問題だ。酒の勢いもあって、野村は一気にまくし立てる。だけど俺が若い頃からこの会社を信じてついてきてくれたみんなを絶対に失望させたくない。そんな時に深夜は俺の会社を何度も何度も助けてくれた。そんな、俺は仕事だからやっただけで。深夜、お前の力を貸してほしい。俺にはどうしてもお前が必要なんだ。そう頭を下げる野村。俺は少し考えたが、案外すんなり答えが出た。わかったよ。本当か？そう言ってくれると思っていたよ。お前が言ってくれると心強い。そういうことは早く言えよ。こんなに飲まなくたっていいだろ。こうして、俺は野村に雇われて、次のキャリアに踏み出すことになった。竹内さん、今後の市場展開についてフィードバックをいただけませんか？わかった。15時までにメールを送るよ。野村との仕事は張りがあった。上流工程から十分な裁量権を持たせてもらって、昼夜思いっきり働く。特に新商品の開発や資金繰りのフロー改善などは初めて取り組むことではあったが、これまでに培ったスキルや経験が線で繋がっていくような感覚があった。竹内さん、新商品のリリースについての資料です。会議室を予約しました。ありがとう。じゃあ行こうか。やはり仕事はこうでなくては。俺が入社して早くも1年が過ぎた。新開発のフード大人気だな。いつもの居酒屋で野村はウーロンハイに口をつける。経営は俺が入社してから少しずつ上を向き始めた。決定打になったのは以前リリースした新商品。俺はもともと請け負っていた経営や財務の仕事の傍ら、事業部と並行して各部署の連携に努めていた。企画や開発部署はもちろんのこと、広報や営業をも巻き込んだブランディング体制が新たな顧客層の獲得につながったのだ。俺は外からリリース後の対応と広報のフローをちょっと見直しただけだよ。みんなのおかげさ。本当によくやってくれた。ありがとう深夜。ここまで来ればこの会社も一旦は大丈夫だ。何言ってんだよ。まだまだこれからだろ。最近野村も目に見えて元気を取り戻していた。いや、本当に思っている。おい、どういうことだよ。俺は社長を降りようと思っている。本当か？ああ、ずっと前から種まきはしていたんだが、少しずつ海外へのアプローチを考えていてな。そっちに注力しようと思う。そう言って、海外在住の友人がいい場所を見つけてくれたんだ。と、携帯を見せてきた。降りるってお前、現場のことはどうするんだよ。それをお前に頼みたいんだ。正直言って、今の俺は会社にとって単なるお飾りだ。みんなも深夜を信頼してくれてる。俺が社長になるってことか？ああ、俺はお前のように統率力があるわけじゃない。でも人脈には自信があるつもりだ。俺はこの力で会社を大きくする。深夜にはその中身を育ててほしいんだ。まあ、この会社を大きくするには両方必要なことだとは思うが、突然の報告を聞いて俺は口ごもった。確かに今多くの案件を任されているが、あくまで俺は外部の人間。ポッと現れた人間に会社の行き先を決められて、周りは本当に納得するだろうか。それと、もう一つ頼みがある。来月、現地に行こうと思うんだが、その間、代理を息子に任せようと思っている。息子？野村の息子、圭介は、大学を卒業後、定職に就かず、家にいると聞いていた。僕は、もっと大きいことがしたいから。そんなことを言っているそうだが、具体的活動も
少ししか進んでおらず、ここ最近は部屋にこもってゲームばかりしているらしい。そして将来の展望もあいつなりには考えているんだろうが、結局は俺の一人息子だからと後継者としての座を分けてもらえると思っている。明確には話さないが、その考えが切々にあるようだった。俺がどれだけ話しても聞く耳を持たないが、社長の仕事はあいつが思うようなものじゃない。野村は諦めたような表情から唇をぐっと噛みしめる。深夜、あいつに仕事の何たるかを教えてやってくれないか？それがわかれば、あいつも考えを改めるだろう。仕事の何たるかを。そうだ。繰り返すが、ここまでやってくれたのは紛れもない深夜のおかげだ。もちろん、無理にとは言わないが、CEO の件、一旦考えてみてほしい。数日後、野村は現地へと旅立ち、代理の圭介が出席した。へえ、あんたが竹内さんか。見ると、彼は社会人にしてはだらしない格好で、姿勢もだらりとしていた。はい、野村社長から留守を預かることになっていまして、今後の展望としましては。はいはい。言われなくたって知ってますよ。父の事業は息子の僕が一番わかってますから。圭介は俺の話を遮って、むっとした顔で告げると、野村が座っていた社長のデスクに乱暴に座った。竹内さん、父に言われたんですよね。あれこれ教えてやれって。頼んでもないのに、ほんといい迷惑ですよ。そして、大げさにため息をついて、デスクに頬杖をつく。父は昔からそうなんです。お前はこうだからって決めつけて。そんな気負わなくてもいいっすよ。僕はもっと大きなことを成し遂げたいので。だいたい礼儀や態度があって学校じゃないんだから。お言葉ですが、野村社長は。親父なんかいなくたって、僕は僕の考えるままにやらせてもらいますから。圭介は明らかに機嫌を悪くして、そのままブツブツと文句を言っていたので、俺は軽く会釈をして、その場を後にした。こうして、圭介を社長代理とした経営が始まった。彼は自分は社長だと威張っているが、毎日社長室でゲームしている。部署を把握していないので、たまに社員が案件の申請や相談に来ても、適当な意見を言ったり、目についた他人に丸投げしてばかり。時々席を離れたかと思うと、気まぐれに社員の仕事に口を挟んだ。社員も彼のことを知っていたので、誰も意見ができず、口をつぐむしかなかった。そろそろ昼飯ですよね。竹内さん、パン買ってきてくれます？はい？はいって、昼飯ですよ。買ってきてくださいよ。社長の命令を何でも聞くのが部下の仕事なんじゃないですか？そんなことを平然と言ってくる。特に困ったのは取引先との打ち合わせだ。彼は会議資料に目を通しておらず、俺がやむなく進行することになってしまった。会議が終わった後も、俺は恥ずかしいやら腹立たしいやらで気が休まらない。竹内さん、竹内さん。社長、なんで資料を読み込んでないんですか？話が停止していたでしょう。いや、前にパワーポイントがあるし、そんなのどうでもいいことでしょ。そんなの？そんなことより、どうして手土産の一つもないんですか？それこそマナーですよね。せっかく楽しみにしてたのに。そんなことを取引先の前で言った時には、俺はとうとうあっけに取られた。夕方、喫煙室で休憩していると、直属の部下がやってきた。竹内さん、二代目社長、本当に大丈夫なんですか？あの態度じゃ、現場も困りますよ。わかっているよ。しかし、どうしたものか。肩をすくめる部下を見て、腹立たしい気持ちとともに、
彼の今後が心配になった。誰も彼に苦言を呈さず、陰で留飲を下げている。若いうちからそうなってしまったら、本当にもったいないものだ。定時後、カフェオレをすする圭介に、俺は我慢できずに口を開いた。社長。老婆心で失礼しますが、あなたは次期社長なんですよね。本日の態度は社長としていかがなものでしょうか。俺は拳を固く握りしめる。取引先との会議もとても社会人の態度とは言えません。手土産がどうだの文句を言って、今後の関係に影響があればどうするんです。ふと、すごすごと帰る取引先の面々が、飲めもしない酒を煽る野村と重なる。あなた一人のことなら誰も困らないかもしれませんが、あなたは今、社長なんです。あなたの態度一つが、会社の今後を決めるんです。野村は会社と同じように、それ以上に、圭介のことを気に病んでいた。今俺が言わなければ、裸の王様になってしまう。もう少し経営や社会を勉強して、精進なさってはいかがですか？俺はそう進言したが、圭介は半分苦笑しながら反論した。僕だってやってんじゃん。社員に仕事も見せてもらったし、いろいろ意見も出したじゃん。見せてもらうだけでは勉強とは言いません。あれは取引先とも合意ができており、本日急いで出さなければならないものです。そのことに社長はお気づきでしたか？それは、じゃあさっきの会議だって結局自分たちの要求は下げないまま話が通ったじゃん。自分の要求を押し付けるだけが取引とは言えません。相手と妥協点をすり合わせ、双方が納得した状態で初めてうまくいったと言えるのです。不当な要求は今後の取引にも差し支えます。圭介の顔がみるみるうちにしぼんでいく。それに先ほどは私が進行していたから大きな事故にならずに済んだのです。なんだよ、せっかくやったのに、あれもダメ、これもダメって。俺が言い終えると、とうとう圭介はへそを曲げてしまった。俺は合わせて付け加える。私も最初から完璧だったわけではありません。最初は電話一つ取れないような人間でしたし、上司に何度も怒鳴られました。ですが、毎日失敗しながら少しずつ覚えて、今はここでやりがいを持って働かせていただいています。俺は気づけば言葉が震えていた。これまでの組織で部下は多く抱えていたが、こうやって話を語り聞かせることは少なかったのだ。俺は自分に言い聞かせるように、もう一度圭介に告げた。仕事は辛いこともありますが、人生にやりがいを作る大切なものだと思います。社長自身を否定したいのではありません。せめて態度を改めてほしいのです。圭介さんにはまだわからない部分かもしれませんが。はいはい。出ました。私はこんなに大変でしたの、苦労自慢。なあ。態度を改めるかと思いきや、彼は突如怒り出した。僕の親父もうるさいんですよ。俺は社長になって苦労した。頑張ったって。二言目にはお前とは全然違うんだって。そして、そのまま椅子から立ち上がると、力任せに机を叩き出した。毎日偉そうに、僕に社長の立場取られるのが、そんなに嫌なんですかね。彼が机を叩いたことで、気まぐれに呼び出した部下によって、整えられた書類が、バラバラと床に滑り落ちた。あっという間に乱雑になったデスクで、彼は俺を睨みつける。あんただってそうだろ？はい？あんた、親父に次期社長を頼まれてるんだろ？僕に社長の座を取られるのが嫌だから、今こうやって僕をけなし倒しているんだろ？そんなのしたって無駄だ。社長になるのは僕なんだよ。俺は思わず怒りがこみ上げた。野村が自分の立場を取られたくないから嫌味で言っていると本気で思っているのか。
はあいつはな、昔から争い事が大嫌いで、人に怒れないやつだった。金持ちの息子だっていじめられたりもしたんだ。だけど、働けなくなった親父の後を継いで、あいつは社長になった。社長になりたての頃、野村と晩飯に行くと、彼は何度も頭を抱えていた。大学で金融と経営を学んだ俺は、彼のやり方に何度も口を挟んだ。大規模なコストカットや能力の低い人員の削減。これは会社のためで、ひいてはお前のためだ。お前は優しすぎると。俺は自分の学んだことを正しいと信じて疑わず、彼に何度も進言した。今思えば、若い頃から社長をしていた野村に、まだ大学を出たばかりの俺が進言するのはお門違いだったと思う。でも、彼は続けるのだ。深夜の意見はもっともだ。でも、俺にとっては大事な社員なんだ。その言葉を聞いたとき、俺は彼の社長としての覚悟を感じたのだ。社員を食べさせていくためには、時には非常の決断をしなければいけない。無能だと、後ろ指を刺されて恨みを買うことだってある。どういう気持ちであいつがこれまで社長をやってきたのか、お前は本当にわからないのか。俺は止まらず、圭介にまくし立てる。苦労自慢だと？そうでもしないと、社長は務まらない。甘くないって、どうして受け止められないんだ。跡取り息子だからなんだ。それで好き勝手やって、何でも許されると思ったら、大間違いだぞ。圭介の肩がビクリと跳ねて、キャスターがきしんだ。たちまち、場がしんと静まり返る。圭介はそれきり、顔を下げたまま黙り込んでしまった。西日が社長室に眩しく刺さる頃、俺はやむなく、佇まいを直す。申し訳ありません。ついカッとなってしまって。黙り込んでいた圭介だが、不意にむくりと顔を上げた。いや、もうお前いいよ。は？彼はおもむろに社長のデスクから紙切れを取り出し、俺の前に突きつける。そこには見知った文字があった。お前、クビだから。解雇。社長の僕に対してそんな態度を取るなんて、それこそ社会人失格なんじゃないの？そんなやつ、この会社にいらない。クビだ、クビ。そう言って、彼は紙切れを俺に投げつけた。わかりました。圭介の言葉に、俺はうなずくしかなかった。俺が突如退職することになって、翌日現場は騒ぎになっていた。竹内さん、社長と何かあったんですか？気にすることないですよ。野村さんが帰ってきてくれれば、きっと。部下の何人かは、バタバタとデスクにやってきて、俺の行く末や社長のことを案じていたが、俺はもう考えを曲げる気はない。上層部が決裂してしまうと、遅かれ早かれ現場に混乱を招く。特に圭介は、俺がこの会社にいても機嫌を損ね、いずれ社員たちに悪い影響を及ぼしかねない。いずれにしろ、圭介がのさばる会社に未来はないだろう。それは野村もよくわかっているはずだ。いや、社長は関係ないんだ。前々から友人に会社の相談を受けていてね。やむなくそちらに移ることになったんだ。後のことはみんなに任せるよ。そう言って、俺はすぐさま各案件の引き継ぎに取り掛かり始め、気づけばあっという間に退社日になった。備品を返して最終確認を済ませてから、俺は社長室に私物を置き忘れていたことに気づいた。社長室が空いていないか見に行くと、急遽帰国した野村の大声が聞こえた。お前、深夜を解雇したのか。そうだよ。社長になるのは俺なんだから。あんなやつ、うちの会社にはいらないでしょ。もう他にも報告してあるから。深夜のおかげで、この会社はここまでになったのに、お前というやつは。失礼します。俺がそっと社長室に入ると、そこには
血相を変えて帰国した野村と、それに反論する圭介がいた。深夜、申し訳なかった。圭介が。なんでだよ、父さん。こいつは僕に偉そうに指図して。二人とも、言い争いはやめてください。社員が心配しますから。俺が呼びかけると、二人は口ごもって静かになる。野村社長、圭介さん。理由は何であれ、僕は圭介さんのご意向に従ったまでです。以前より友人から相談を受けていまして、来月から他社に転職します。俺が転職先を告げると、野村が目を丸くした。なんだって？うちのライバル会社じゃないか。なんであそこがあんたなんかを？深夜は優秀だから引き抜かれたんだよ。同じ条件ならいい待遇の方に流れるのは当たり前のことだ。この会社を助け、ここまで来れたのは深夜のおかげだというのに、本当にお前は何をやっているんだ？いや、だから僕は。圭介が口をもごもごとさせた。野村社長、私が退社した後のことは全て部下に引き継ぎました。些細ではありますが、私の培ったこれまでのノウハウも彼らに全て共有しています。彼らはここをずっと支えてきたチームです。私はもう必要ありません。深夜、今までお世話になりました。圭介はすっかりふてくされ、野村が何か言いたそうにしていたが、俺はそのまま社長室を後にした。数週間後、俺はライバル会社の顧問として仕事を始めた。これまでのノウハウもありきで、今は経営のことだけでなく、新入社員の教育やマネジメントにも力を入れている。竹内さん、お疲れ様です。例の案件の詳細、見ていただけましたか？ああ、今朝確認したよ。前よりもずっと規模が大きいじゃないか。よく頑張ったな。いえ、竹内さんのフィードバックがあったので、方向性を定められたんです。これからも精進します。早々にデスクに戻っていく部下を見て、俺はふと、あのふてくされた圭介のことを思い出した。あの時、つい売り言葉に買い言葉で出て行ってしまったが、元気にしているだろうか。まあ、あとはみんなに引き継いだし、もっと言えば、俺の代わりもいくらでもいる。そう思い、資料を机上で整えて、案件に着手した時、携帯が鳴った。相手は野村だった。深夜か。すまない。今晩、あの居酒屋で会えないだろうか。退勤後、店に入ると、痩せた野村と圭介が待っていた。野村曰く、あれから他の後ろ盾がないままに経営を続けたため、いくつかの問題が起きた。疲弊したチームからは退職者が数人現れ、匿名で転職サイトへの書き込みが散見された。業務自体にはやりがいはあったが、二代目社長が言われもない噂を流し、職場の雰囲気が悪い。仕事をしない二代目社長が自分に謝罪しないとクビにすると社員を脅していた。圭介は俺が辞めてから態度を改めることなく、方々から恨みを買ってしまっていた。しかし彼はこの状況になっても全然態度を改めようとしなかったので、とうとう次期社長のポストを外され、現在は休職中だという。この愚足がお前に失礼なことを言ったことは俺の責任だ。圭介にはもう二度とこの経営には触れさせない。どうかもう一度戻ってきてくれないか。父さん、触れさせないってどういうことだよ。僕は別に何もしてない。ただ辞めたあいつらが勝手に。彼はうろたえていた。まさか自分のせいでこのように大ごとになるとは考えもしなかったんだ。だが野村はいつもの穏やかな表情とは違っていた。静かな声でこう続ける。圭介、お前は俺の息子だから、いつか俺の意見も理解して変わってくれると信じていた。
しかしお前は、俺が海外にいる間、人の意見は聞かず、深夜のことは解雇にした。野村の拳が小さく震えている。そして今も自分の落ち度をその書き込みをした人間のせいにしている。お前は経営者として会社のことを何一つ考えていないんだな。圭介の背中がだんだんと小さくなっていく。圭介、わかっているだろうが、そんな人間に人はついてこない。お前にはもう愛想が尽きた。社長ポストは他に渡すから、お前は家から出て行け。二度と俺の前に姿を見せるな。なんだよ、それ。圭介は絶句し、泣きそうな声でつぶやいた。だが、そんな彼から視線をそらし、野村が俺を見る。圭介には、もう二度とうちの敷居はまたがせない。だから深夜、お願いだ。どうか戻ってきてほしい。野村が涙目で頭を下げた。その言葉についてなら気にしなくてもいいです。私はもう会社の人間ではありませんし、単に私の居場所はあの会社ではなかった。それだけです。そんな、なんとか考え直してくれないか。野村、今俺が戻っても現場が混乱するだけだろう。今は圭介くんのポストが正式に外されたことを通達して、現状回復に努めることが最優先じゃないのか。それは確かに、そうだが。そんな、親父。圭介はとうとう野村のそばで泣き出してしまった。竹内さん、なんとかしてくれよ。親父に言ってくれよ。俺、家を出て、これからどうしたらいいんだよ。仕事も家も、金だってないのに。大声でわめき始めたが、野村は何も答えない。ただ、圭介の泣き声だけが聞こえる中で、俺はやむなく口火を切った。圭介さん、君は、会社は学校じゃないんだから、と言ったね。圭介は、泣いて真っ赤になった瞳で、俺を見上げた。私も、その通りだと思う。だからこれからは、君が自分で考えて決めてください。え？もう私が君に教えることは何もない。私と君はもう他人なんだから。それきり、圭介も野村ももう何も言わなかった。あっという間に数年が過ぎる。竹内さん、お待たせいたしました。こちらへどうぞ。はい。ある日、突如秘書に促され、俺は上階の応接室へ通じるエレベーターに乗った。部下に聞いた話だが、あれから野村の会社は野村の活躍により倒産は免れたものの、元あった事業は小さくなり、また再スタートを切ることになったそうだ。圭介は噂によるとフリーターを転々とし、友人の家に転がり込んでいるらしい。一方、俺はというと、事業部からの声があり、新規事業の開拓に参加した。着実に業績を伸ばし、今は俺の後見人も決まっている。竹内さんが来られて、当社は本当に変わりました。彼女はそう笑顔で話してくれ、俺は喜びの反面、昔のことを思い出した。新人の頃、大学での成績に自信を持っていた俺は、ろくな業績もないまま、現場での仕事に打ちのめされた。当時は、圭介のような肩書きもないのに、直属の上司のことを腹の中では学歴だけで判断して、今思えば恥ずかしくて仕方がない。ある日、直属の上司2人が喫煙所で愚痴をこぼしていたことを俺は今でも覚えている。竹内は愛想がねえよな。あいつとの仕事やりづらいんだよ。だから、圭介にはどうしても伝えておきたかったのだ。まずは相手の意見を素直に聞いて取り入れることが何より大事なんだと。大事なことは自分で何とかするしかないのだと。いつか届いてくれるといいのだが。その時、ベルの音とともに扉が開いて辺りが静かになる。俺の目の前で
社長が大きな口をにんまりと伸ばして笑っている。おう、竹内くん、よく来てくれたね。俺は今日、この会社の次期社長として内定をいただくことになった。